はい、皆さんこんにちは。今回はね、ここが変だよ日本や日本人ということでね、私が思う日本や日本人のちょっと変だなとかね、嫌だなって思う部分をね、8つほど話していきたいと思います。で、これはね、あくまで私の偏見になりますし、これら以外にもね、まだまだ変だよねっていう部分はあると思いますが、今回はね、参考程度に聞いていただければと思います。で、1つ目ね、欧米、特にアメリカの犬ってことなんですよね。でこれね、何回か私もコミュニティの投稿で言ってますが、昔から言われてることなんですが、今回のロシア・ウクライナ戦争のロシアへの経済制裁で改めて感じました。で、ロシア・ウクライナ戦争ってね、基本的にロシアと NATO やウクライナの対立なので、日本はね、直接は関係ないので、経済制裁しない方が良かったのに、欧米に合わせてなのかしちゃったんですよね。ロシアを孤立させるためとはいえ、日本のできることなんてたかが知れてますし、資源のない国が資源のある国を敵に回さない方がいいことは明白なんですよね。だって生きていく上で一番大切なのは資源や原材料じゃないですか。太平洋戦争で連合国側に負けて GHQ でいろいろと刷り込まれたっていうのはあると思いますが、欧米、特にアメリカイコール優れている、進んでいるっていう風にね、根拠なく考えている人が未だに多いんですよね。なので、日本っていう国単位でね、とにかく欧米に迎合してればいいと思ってる感じがするんですよね。実際ね、日本にいる欧米の方はご存知かもしれませんが、欧米の文化も多く取り入れられて、称えられてるんですよね。で、あとね、何かあればアメリカが守ってくれると信じ込んでいる人が多いんですよね。要はね、国単位で見ても主体性とか自立性が感じられないんですよね。なので、いっそのことね、アメリカの領土にでもなってればよかったのにと思うんですよね。はい。で、次ね、完璧主義、慎重すぎるっていうのもあります。で、これね、日本人に多く、私もそうなんですけど、人間は完璧じゃないのに完璧を求める、そして辛くなるってことなんですよね。なので、日本人の幸福度が低い理由の大きな原因になってる気がします。あとね、何か大切なことを決めるときに失敗を恐れて決定が遅いってのもあります。サクッと決めない、自分で決めない、リスクヘッジや無難な決定が好きっていうのがありますよね。何かを決定するのに失敗はつきものであるということ、リスクや責任を受け入れるべきだと思います。はい。で、次ですね、雇用形態なんですけど、今はね、コロナで分かりませんが、一昔前はね、特に日本の大手企業に多かったんですが、新卒一括採用っていうのが主流で、学生時代にね、めっちゃ頑張って就活して新卒で入った会社で定年まで居続けるみたいな風潮があったんですよね。皆さんもね、ご経験ある方いらっしゃるかもしれませんし、外国人の方はね、日本の学生たちが季節に関わらず黒いスーツにネクタイをね、きっちりつけて会社説明会や面接の準備をしている光景を見たことある方いたらね、なんじゃありゃと思った方はね、いらっしゃるのではないでしょうか。今はね、コロナで就活のスタイルも変わってきてますが、基本的にはね、一つの会社で正社員で長くいれば待遇も良くなるので、一度入社したら基本は長く居続ける人が多いんですよね。日本のね、雇用制度が終身雇用で年功序列なのと、正社員の解雇規制があるので、新卒で大手企業に入ってそのままね、適当にやり過ごしてれば、よほどのことがない限り定年までいられるんですよね。なので、会社はね、自由に従業員を解雇できないですし、従業員の成長にもならないんですよね。なので、こういう意味でね、日本の雇用形態ってちょっといびつだよねってかねてから思ってました。はい。で、次ね、満員列車なんですけど、これは首都圏限定なんですけど、会社がね、首都圏に集中してる、一極集中なのもあるので、仕方ないっちゃ仕方ないんですが、朝の満員列車はね、おそらく外国人が見たらね、なんじゃありゃってなると思うんですよね。昔私もね、満員列車に乗ってましたが、今は乗ってません。てか、今もあるんでしょうか。はい。で、次ね、全体的に IT やソフトウェアに弱いってことなんですけど、これはね、アメリカにはね、GAFA とかシリコンバレーの企業がありまして、中国にはね、テンセントやアリババ、深センの企業がありますよね。で、それに比べて、日本はね、経済大国の割にはソフトウェアの世界的な大企業がないんですよね。もともとね、製造業、ハードウェアの国ってのもありますが、全体的にやっぱりソフトウェアに弱いんですよね。というか、IT やソフトウェアをあまり重視してない人が多い気がします。店でもね、未だに電子マネー非対応とかね、現金のみだったりしますよね。あと有名な話なんですが、ハンコやサインだけのために出社したり、選挙の投票や役所の手続きとかもね、いちいち出向かないといけないんですよね。こういうの無駄ですよね。はい。で、次ね、群れるのが好き。で、特にこれはね、日本の住宅事情に言えると思うんですけど、私はね、今、結構田舎の方のアパートに住んでるんですけど、田舎でもね、結構住宅が密集してるんですよね。なので、建て売りの家でもね、群れるのが好きだよねって思うんですよね。もともとね、家とかでも間隔が近いじゃないですか、日本って。もともとね、平地が少ないってのもありますけど、にしてもね、群れるの好きですよね、日本人って。東京とかは仕方ないと思いますが、そもそもね、東京とか首都圏は一軒家禁止にしちゃえばいいと思うんですよね。首都圏を一軒家とか背の低い建物を禁止にして、マンションだけにしてね、上に積み上げれば場所をもっと有効活用できる気がします。
はい。で、次ね。武器や戦力に根本的にアレルギーがあるってことがあります。で、これは言えますよね。なんか前もね、銃規制の動画上げましたけど、Yahoo 知恵袋とかね、グーなどの質問サイトで、銃規制緩和に賛成ですかみたいな私が質問すると、圧倒的に反対が大多数ですし、この世からね、銃なんてなくなればいいみたいに言ってる人も結構いました。あとね、日本が軍隊や核兵器を持つことに賛成ですかみたいな質問をしてもね、依然として結構ね、反対意見が多いんですよね。なので、武器や戦力にもともとね、アレルギーがある。もともとね、武器ダメ、戦力ダメで思考停止しちゃってる人が多く、法律とか憲法もね、こうなってるんですよね。でこれもね、やっぱり平和ボケ思考ですよね。それでもね、平然と生きてられる日本がね、平和だっていうのもありますけどね。で、最後なんですけど、これはね、私の意見というよりも、日本人はニュースを鵜呑みにしちゃう人が結構多いって言われてますよね。ロシア・ウクライナ戦争が起きてから1ヶ月以上が経ちましたが、皆さんはね、このロシア・ウクライナ戦争のニュースをどれだけ信じてますでしょうか。このロシア・ウクライナ戦争関連のニュースって全部鵜呑みにしない方がいいと思うんですよね。特にプーチンがこう言っていたとかね、プーチンの側近がこう言っていたとかね、停戦協定でロシアがこういう条件を求めているみたいなね、ニュースは嘘も混じってる可能性が十分あると思うんですよね。なぜならロシアってでっち上げた情報で世間を騙したり、それをね攻撃の根拠にしたりするような国なので信じられないんですよね。なのでじゃあ何を信じたらいいのかって思うと思いますが、ニュースは普通に見てもいいとは思いますが、そのニュースをね鵜呑みにせずに常にこのニュース本当なのってね疑問を持った方がいいと思うんですよね。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。